これは、伊達家が安土桃山時代のデザインを復元して能装束を作り、能舞台のある有名なお寺に奉納した柄と全く同じものです。キャッチできるものは全て人形に入れなくっちゃと思いますよね。ちょっとやりすぎなんですけど鼻を筋を作ってあげて上唇。で、小鼻ですね、ここ。
僕18から始めてるんですけど20年くらいかかりますね。5分自体のをうまく扱えるようになるまで10年かかるんで、それとは別に表情の出し方とかの方の技術も必要になってくるんで、やっぱり20年くらいかかりましたね。昔は腐れ5分って言って本当にこう1年寝かせた5分で作ってたそうなんですよね。なのでちょっと僕もこういう1年寝かせてそれを上塗りにするんですけど、で乾かしてまたもう一度塗ってっていうのをだいたい一番少なくて6回塗り重ねますね。面相ですね。艶がね何十年も大事にしていくとだんだんその照りって言って、あれは何なんだろう、にかわの油分とかで磨かれるのかな、どんどんねこう艶やかになってくるんだよね。これは江戸時代に作られたお雛様、何百年も経ってるからそのお顔自体に5分独特の照りっていう艶が出てきてる状態だね。ほら、ハマグリの片側の貝の形になってますね。両方合わせるとちょうど自身の貝殻にしか合わないハマグリにちなんで、夫婦円満にね。中に生きるものほどやや長く、表地に対して裏地を少し張り出すね、おめり仕立て。コロコロかけた方がいいんじゃない？何を？コロコロどこにかける？その今テーブルにしてるところ。いや、そっちに飾ってみせる。はい、これで完成ですね。で、お雛様って祖父母の思いを未来の私にこう伝えていくようなもんだと思ってます。下からちょっと見たらほら優しそうなね、あなたのことをずっと見守ってますよなんていう優しそうな目線だけども、ちょっと、起き上がってみたらほら病気や怪我や事故に遭わないでねって悪妻を防ぐような凛とした目線、表情がこう動くの分かりますかね。はい、美人さんになってずっと幸せに暮らしなさい。美人顔になってますかね。そんな思いが伝わるように真剣に作ってます。辞書を見てるとね、日本の織物の最高峰は能装束、あの言葉が気になったので見に行ってみました。入ってびっくり、私が今まで接してたのにはるか上の世界がありました。見たこともない糸使い、糸の艶、色、とんでもない織物だったんですね。山口明さんという方がお作りになってて、なんと山口明さんはその能装束を作るために、桑の品種までこだわった桑畑から持ってました。とてもねお雛様の生地にしたいなんてとても言える人じゃなかったんですが、いろいろ考えてたら道端で会えばただのおじさんじゃないですか。早速出かけていきましてね、3度目ぐらいにばったり出会えたんですよ。実は人形師なんですが山口さんの織物でお雛様が作りたいと言ったらね、
わしは研究でしてることでさかい生地は売らへん」って言ったんですが、私が「群馬の絹もきれいなのがありましてね、世紀に一といって染色性に優れてて艶がいいんですよ。それでお雛様作ってるんですよ」って言ったところ「雛見せ!」って。お雛様見せたら優しい人になってくれましてね、その後もずっとお話ができたんですが、1週間したら遊び行くわと追い返されました。で本当考えたら本当は来ないじゃない、そのまま。ところが本当に1週間後に訪ねてきてくださって、私の作ったお雛様を見た後に帰りしな「どんな織物が欲しいんや、友達だから作ってある」。それから30年の付き合いです。で今更思うんですが、よくこんなことが方がね、私にお雛様用に生地をね渡してくれたなと思って本当に感謝してます。仕込ん染めの着物を見ていた頃にある本に出会いました。雨にも負けずの宮沢賢治さんが書いた「仕込ん染めについて」という本を見た時に、途絶えてしまった仕込ん染めをなんとか有志たちが集まって、現在によみがえらせようと、100年ぐらい前の話なんですが、山男を連れてきてお酒を飲まして、紫草の生えてる場所だとか染め方なんかもその方から、聞き出したりしてるんですよ。そんな面白い話を聞いたので、早速岩手県に出かけてってね、その山男が住んでた場所まで行ったらば、なんと沢口春さんというおばあちゃんに出会えたんです。お雛様用の生地なんか染めてもらえないかなと思ったらば、沢口さんがね、自分で作って染めたもので自分でお雛様作ろうと思って染色の道に入ったっていうことでね、快く引き受けてくれて、それから沢口さんとは30年のお付き合いです。私がいなくなっても残るもんだから、私の記念になるんだからとかね。それとか86歳のおじいちゃんなんかもうね、車一人で運転してきて危ないなと思ってたら言ってましたよ。自分はもうそろそろ出発してしまうと。だけど孫が大きくなった時、飾りながらね、おじいちゃんはすごいの送ってくれたなって思い出してくれればいいとか、そんな話を聞いたらね、自分がキャッチできるものは全て人形に入れなくっちゃと思いますよね。ちょっとやりすぎなんですけどでもまあこういうのがあってもいいんじゃないですか。そうやっぱり単純にものとしてすごく昔の人たち、まあ現代のこう山口さんの織物とかもそうだし、そういう人たちのものをやっぱり小さい時から見てるんですよね、僕は。過渡期っていうのかな、もうなくなりかけてる時代に今本当に足を踏み入れてるんですよね。でそんな中でこういうすごい織物が間近で見れたっていうのはすごく幸せですよね。だからそれをお客さんにこういうのがあるんだよとかね、美しさとかを伝えていけるようになりたいですよね。